僕もその初心者向けの昆虫食って何ですかとか聞かれたり、あとは気軽に買える昆虫ってどこですかっていうふうに聞かれるんですけど、初心者におすすめする昆虫って何だろうって思った時に、買ってきた昆虫っていうのは誰かが取って誰かがその加工して輸入して、売ってるわけなんですよね。でそうすると初心者向けの昆虫食、一番そのベーシックなものから知りたいっていう時に、僕はやっぱり取って食べることをお勧めするようにしてます。でその取って食べて自分でその料理をして安全を保って衛生を保って食べるっていうところが分かった上で買って食べると、じゃあそれを今までやってきたプロセスを誰かが代わりにやってくれてるんだっていう意識になっていきます。でそうすると他の食材も一緒ですね。そのスーパーで買うもの気軽に買えるんですけど、それは自分が育てて調達するところを誰かが代わりにやってくれてるんだというような意識が出てくると、やっぱり食に対してももうちょっとその、意識が深まっていくのかなっていう感じがします。私これがすごく共通してるベーシックなところは、やっぱり取って食べるのがまず基本。そうですね、基本はそれです。そこはすごい共通してるのね。だからこそいろんな意味でこううまく関係性がうまく築けてると思うんですよね。根底にあるものでだから一番僕がよく言われるのは、食べやすいのは粉にした方がいいと、はい、よく言われるんですよ。どうやったら食べやすいですか。やっぱ粉末にしたら形をなくしたらみんな食べやすいでってよく言うんだけども、すごく若干の抵抗がいつもあるんですよ。あとなんか香りをなんか抑えた方が食べやすいとか、その後の味をなくしちゃってねっていう粉にして混ぜ込むといいとかですね、まあそれはそうなんですけどでもやっぱりちゃんとしたこの昆虫の形って綺麗じゃないですか。その完璧な形のものを食べて、そのものの味、香り、そういったものをやっぱり共有するような、そういう自然と自分との中間に入ってくる昆虫をね、食べることによって自分と自然がこうつながるみたいな、そういう橋渡しみたいなね、そういう感じで昆虫食を捉えてるので、だからあまり粉にしちゃうの僕本心的にはあんまり僕もその未来像としてあんまり魅力がないというか、そのシャコは気持ち悪いからすりつぶしたら食えるとか、エビはエビ真珠だけ食えるって人があんまりいないので、あんまりその今食べる前の人たちが感じていることと、もう普及した後に起こる感じ方って多分もう変わってると思うんですよね。なのであんまり魅力がないなって思うのと、こうなんですかね、すりつぶしたら食えてしまうことの方に疑いを持った方がいいような気がしていて、例えばですけど、そのマクドナルドのハンバーグにミミズが使われてるみたいなこうデマが流行ったことがあるんですけど、マクドナルドが売っている肉ということでも食べちゃうわけですよね。でそれがブランドがあるから、そうです。それがどういう由来でどういうふうに育てられて食べられる食品になっているのかっていうのを気にしない方が実はグロテスクで、でそこに気づくためにはやっぱり自分で取って食べるっていうプロセスを、昆虫でも昆虫じゃなくてもいいですけど、手軽なら昆虫ですね、どうしても。でそういうのをチャレンジしてもらった方が、やっぱり今すりつぶせば何でも食えちゃう現状の方が、環境問題であるとか食品の問題に関しては、いろんな問題をまき散らしてるんじゃないかなっていうふうに気づいてくれた方がいいかなと思ってます。なんですかね、常にじゃあ毎日昆虫を取って食べるっていうのはすごく全員がそれをやるのはすごい難しいと思うんですけど、やっぱりそれを一回取って食べるっていうことをやると、そのサイクルのあくまでも自分たちはその自然の循環の中の一部に入ってるんだっていうことがすごい分かるなと思って、なんか取ったものを食べてで生きてる状態を見て、でそれで調理されてっていうその一連の生きてるところから、住んで食べてっていうところまで見ると、そのいかに自分たちが、いつも食べ物をその食材として見てるかっていうことに気づくなっていうのが私一番すごい感じて、やっぱりこれいつも思うんですけど、そのスーパーで売ってる切り身だったりとか、お肉とかって、牛肉でも牛の形してないし、鮭でも割とその切り身って売られてることが多いじゃないですか。そうなると食材に感じてしまうし、それがそのコオロギが粉になった状態っていうのもそれは同じじゃないかなっていうふうに感じちゃいます。昆虫をその姿で
まあ、取ってきて食べるっていうとかわいそうっていう人がいるんですね。あ思いでますよね。思いますけど、じゃあ、いや鶏とか牛とか豚は本当にかわいそうじゃない方法で、食べられているのっていうのは知らないからそこに気づかないだけで、なんだろう、今子供たちもその観察重視なんですね、どっちかというと。取らないですね。撮らない。うんで見て観察して写真撮るとか、スケッチするとかで、そういう形で例えば昆虫だったら昆虫を理解する。で一昔前だったら昆虫標本ってのが作ってますね。圧倒的にみんなの夏休みの宿題とかメインだったんですね。で殺して針を刺してこう標本を作ると。でそれは非常になんだろう、残酷だとか言残酷、いますね。そう残酷っていう認識がすごく、あって、で例えばそういうものを持っていくとなんか言われる、はい、なんでそんなかわいそうなことする、担任の先生が言われたりみたいな話も、女の子に言われるかもしれないから、でも気にしないでねって、うちの子供は言われた、学校の先生に。だから子供たちの間ではやっぱりその虫を取って殺してしまうってことに対してなんかかわいそうっていう、ある程度認識がすごくやっぱり今、なんで残酷だとかかわいそうって思うのは別にいいんですけど、それでもそれは残酷だからダメとかかわいそうとかダメで封をしてしまうと、じゃあ何が本当にかわいそうなのかとか、何が本当に残酷だろうか、その自分の生活の中で残酷なことって起こってないのか本当にっていうところに疑問がいかなくなっちゃうのはすごくもったいないような気がしていて、例えばスーパーで切れ目で売ってるものに関しては全然残酷と思わない、そうですそうです、思わないんですよね、だから実際にそういうこと見てないから。そうです。で昔は鳥とかなんか飼ってて卵がなくなったらその締めて、殺して食べてたんですよね。ジョーズはどう取れますか？僕殺すことやったことないですけど、僕やったんですよ。見た2014年ぐらいに昆虫を食べるのかわいそうだっていうふうに言われたので、じゃあ鶏ならかわいそうじゃないのかと思って、鶏を卵を産まなくなった年取った鶏をご近所の人からもらってきてバッタを与えてしばらく1週間ぐらい飼ってみて、でそれで締めたんですけど、まあしんどいです。やっぱり苦しそうな声出しますし血も出るし、で病原菌も持っているので自分が感染しないように気をつけなきゃいけないってことは怪我もできないですよね。でその中で全部さばききってスープカレーにするまで3時間半ぐらいかかったんですけど、精神的にも辛いです。かわいそう、自分のスキル不足でこの鶏を余計に傷つけてるんじゃないかと、苦しめてるんじゃないかと思うと苦しくって、そう考えればバッタ楽だなと思うんですよね。もうさっきみたいにパッと茹でればいいじゃないですか。だから昆虫っていうのはそういう意味で食育にとって非常に大きな教材になる。すごくトラウマを作りにくいというか、殺して当然な社会、それがいいかどうかわからないですけど、殺して当然な社会なので、やっぱり殺すか生かすかどう使うっていうのを考える教材としてはすごくいいと思います。そうですよね。やっぱり食べるってことは人間にとって基本的なことだから、それを直に生きた状態から食べることに変換していく、それを変換のプロセスを実感できるっていうのは昆虫食の非常に大きな、経験できない、いや本当に素晴らしい経験できるということで、ぜひ小学校の給食で昆虫食をぜひやりたいですね。取り入れます。私高校の授業で、高校がすごい田舎にあったんです。なので学校の近くにイナゴを取って分断して自分たちで佃煮して食べるような授業があったりとかしたんですけど、やっぱりそれが小学生とかでみんな体験できたらすごいいい経験になるんじゃないかなと思います。それはサブレでいい経験したよね。そうですね。そういうのをやっている学校も小学校も福島とかにもあって、それを研究している研究者もいました。いろいろ教えてもらいました。ただ福島の原発の事故があってね。そうなんですよね。あれからできない。心配する人が増えちゃって。なのでイナゴも養殖して安全管理できたらいいねって話もしてます。そう考えると、命っていう面でもすごく学ぶものってすごいあるんですね。そういう意味でやっぱり自分で取って食べる、そういうのを大事にしたいです。
もすごい深い食とか演劇とかそういうところまで聞かせていただけて本当になんかもう内山さんがいつもの7倍ぐらい喋っててしかも熱く喋ってて私もすごい嬉しくなりました。ありがとうございますいつも短縮で喋ってるけどねいつもそうですね、なんかいつももっとお茶目な感じで私泣き声がするとか言いながら喋ってるんですけどこんなに熱く語っていただけたの本当にたまには、たまには佐伯さんのおかげだと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録待ってます。